皆さんこんにちは。日本語リスニングポッドキャストへようこそ。今日のテーマは花見、つまり桜を楽しむ日本の伝統です。最初にお知らせです。エピソードの下にある漢字リストとリスニングクイズをぜひチェックしてください。そしてこのチャンネルが役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。桜は日本の春を象徴する花です。3月から4月にかけて日本全国で桜が咲きます。特に満開の時期は多くの人が外に出て美しい景色を楽しみます。花見とはその桜を見ながら友達や家族と集まって食べたり飲んだりする習慣です。日本人にとって大切な春の行事です。花見の歴史はとても古く、平安時代まで遡ります。当時の貴族は桜の下で和歌を編んだり音楽を楽しんだりしました。その後、江戸時代になると庶民にも広がり、多くの人が気軽に花見をするようになりました。今では日本の春の代表的な風景になっています。花見は場所によって雰囲気が違います。有名な公園やお寺、川沿いの並木道など、どこでも桜を楽しめます。夜になると夜桜と呼ばれ、ライトアップされた桜を見ることもできます。昼間とは違う幻想的な雰囲気を味わえるので、とても人気があります。花見をする人たちは桜の木の下にシートを広げて座ります。お弁当やお菓子、お酒を持ち寄ってみんなで分け合いながら楽しみます。友達とワイワイ話したり、家族でのんびり過ごしたり、会社の仲間と宴会をしたりと様々なスタイルがあります。花見のお弁当には色とりどりの料理が入っています。おにぎりや唐揚げ、卵焼き、そして春らしい料理が人気です。桜を見ながら食べると普段より美味しく感じます。屋台も多く出ていて、焼きそば、たこ焼き、団子などを買って楽しむこともできます。桜の下ではお酒を飲む人も多いです。特に日本酒やビールを片手に桜を眺めながら盛り上がる光景は春の風物詩です。ただし、飲みすぎには注意が必要です。酔っ払ってしまうと、周りの人に迷惑をかけてしまうので、マナーを守って楽しむことが大切です。花見にはルールやマナーもあります。例えば、ゴミは必ず持ち帰ること、桜の枝を折らないこと、他の人の場所を邪魔しないことです。みんなが気持ちよく楽しめるようにお互いに配慮するのが花見の文化です。これも日本人の大切な考え方の一つです。花見の人気スポットは全国にあります。東京なら上野公園、京都なら哲学の道、広前城の桜も有名です。それぞれの場所には特徴があり、どこへ行っても違った美しさを楽しめます。旅行の計画に花見を入れる人も多く、日本を訪れる外国人観光客にも大人気です。桜の花は咲いてから散るまでがとても短いです。だからこそ儚さが美しいと感じられます。日本人はこの短い時間を大切にし、一期一会という考え方とつながっています。花見はただのパーティーではなく、自然の移ろいを感じる文化的な行事でもあるのです。桜を見ると多くの人は写真を撮ります。SNS にアップして友達と共有するのも楽しいです。特に夜桜の写真は幻想的で多くの人の注目を集めます。最近ではドローンや高性能カメラを使って桜並木や公園全体を撮影する人も増えています。子どもたちにとっても花見は楽しいイベントです。走り回ったり、屋台でおやつを食べたり、家族と一緒に遊ぶ時間は特別です。桜の花びらを集めて遊んだり、花びらが舞い落ちる中で遊ぶのは春ならではの思い出になります。大人も童心に帰る瞬間です。花見は恋人たちにも人気です。桜の下で一緒に座り、お弁当を食べたり、静かに花を眺めたりすると、とてもロマンチックな雰囲気になります。夜桜デートは特におすすめで、美しい景色の中で話をすれば、二人の距離も自然に近づくでしょう。花見の時期は地域によって少し違います。沖縄では1月から2月に桜が咲きますが、北海道では5月頃まで花見ができます。日本列島の南から北へ桜前線が少しずつ動いていくので、長い期間いろいろな場所で桜を楽しむことができます。桜の名所では特別なイベントも開催されます。
ステージで音楽が演奏されたり、夜には屋台が並んだりと、お祭りのような雰囲気です。花火と一緒に桜を見ることができる場所もあり、春の夜をさらに華やかにしてくれます。旅行者にとって大きな魅力です。花見には外国人観光客も多く参加しています。ガイドブックや SNS で紹介されていることもあり、日本に来たら一度は体験したいイベントです。桜の下で日本人と一緒に過ごすと文化交流の良いきっかけにもなります。言葉が違っても花の美しさは共通です。花見の時期は天気に左右されます。雨が降ると花が散ってしまったり、強風で花びらが飛んでしまうこともあります。だからこそ満開の日にお出かけできた人はとても幸運です。天気予報を見ながら計画を立てることが大切です。桜を見ると多くの人は自然と笑顔になります。忙しい日常を忘れて春の空気の中でリラックスできるからです。花見はただ美しい景色を楽しむだけでなく、人々の心をつなぐ役割も果たしています。友達や家族と過ごす時間は何よりも大切な思い出になります。日本の花見文化は世界でも知られるようになっています。海外でも桜祭りが開かれる場所がありますが、本場の日本で見る桜は特別です。その場にいるだけで日本の歴史や自然の豊かさを感じることができます。花見は日本を象徴する行事の一つです。今日は花見について紹介しました。桜を楽しむ習慣、食べ物やマナー、歴史や地域の違いなどをお話ししました。最後にもう一度お知らせです。エピソードの下にある漢字リストとリスニングクイズをぜひチェックしてください。そして、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。